こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は西九州新幹線も開通し、今注目の嬉野温泉を徹底紹介いたします。昨今の物価高がすごすぎて旅行しにくくなっている今、最高に美味しいグルメと温泉がここまでコスパ最高に楽しめる温泉街があったのかと感動の連続でした。まさに一生に一回は行ってほしい大人の穴場旅行、夢のようなドラマティックな一晩を過ごせました。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。嬉野茶や日本三大美肌の湯で有名な佐賀嬉野温泉。先日西九州新幹線も開通し、長崎からもアクセスが向上し、注目度が急上昇しています。嬉野温泉の泉質は美肌にも効果がある重曹泉で、入浴した後にツルツル感があり、日本三大美肌の湯に選ばれています。美肌の湯と言われる嬉野温泉はなんと飲用にも適しており、中でも温泉水を使って炊いているという温泉湯豆腐は嬉野を代表する名物。嬉野温泉湯豆腐の名称は嬉野市により商標登録されています。さあやってまいりました、神戸空港です。今日は佐賀の方に向かいたいと思います。で佐賀にはね、直接飛ぶんじゃなくて長崎経由で行くことになります。長崎まではスカイマークで飛行機で行って、そこからはバスで新幹線の駅まで行って、新幹線で行く予定です。こちらのラウンジを利用します。じゃあ終わりです。旅は自己投資ということでね、佐賀に行きたいと思うんですが、長崎経由で行くということで、長崎にはいろいろ縁がありますね。今回はですね、まだオープン前、開業前の超高級旅館招待いただきまして、それを撮影しに行くんですけども、そのついでに僕が大好きな嬉野温泉にあるので、嬉野温泉の飲み歩きも撮りたいと思います。それでは行ってきます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。いや、佐賀ってね、まだまだマイナーなんですけども、僕はねめちゃくちゃもう好きな場所なんで楽しみですね。温泉と料理最高なんでね。さあやってまいりました。ようこそ長崎へということでね、もう何回目や、結構来ましたね。10回以上僕来てますね、長崎。はい、こちら4番のバスで上松東っていうところまで行くと、新大村駅まで約5分のところに着くみたいです。これですね、この上松東ですね。来ました来ました。交通系 IC にも対応してますね。バスのフリー Wi-Fi もありますね。ここで降りましたよ。結構本数そんなに多くないんでね、気をつけてください。なんか乗り合いタクシーなんかもあるみたいなんで、バス停から見えてますね、新大村駅。これが新大村駅ですね。めっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃでかいマンションも建とうとしてて、長崎のバブル感が伺えますね。前にね、雲仙九州ホテルさん行った時の雲仙行く前に行った諫早駅か、もう綺麗になってたんでね、もうこう長崎の結構主要なところめっちゃ綺麗になっていってる。まあなんといってもね、この新大村駅は新幹線ですね。去年開通しました。この新大村駅からこの今回嬉野温泉ですね、こちらの方に行きたいと思います。だから長崎空港からバスで上松東っていうところを降りて、この新大村駅ね、もうこうなんか新幹線通るんやったら、この長崎空港からもう新大村駅まで行くバスがあってもいいと思うんですけどね。これはまあこれからなんでしょうかね。小さい駅ですけどもありますね、西九州新幹線乗り場っていうことで、そこで買いましょうかね。新大村から嬉野温泉1350円か。武雄温泉までがつながってるんですね。武雄温泉からちょっとつながってないんですよ。なんかいろいろ訳あったみたいですよ。次の時間12時57分しかないんや。今11時9分なんですけどね。1時間半もここで時間潰すん。
いやー、こんな待つんやったら空港のラウンジでちょっと過ごしてから行ったらよかった。ちゃんとこう接続見ないとダメですね。なんか結構それなりに本数あるんじゃないかなって勝手に思っちゃいました。あれですね、カモメ12時1分。あれでも行けるんじゃない？ダメなのかな。停車駅は武雄温泉、止まらないんですね、嬉野温泉。次のやっぱ12時57分じゃないと嬉野温泉止まらんって書いてるな。マジか。もう小腹とかも空いたけど周り何にも店なさそうっすね。なんやねん、めっちゃ発展してると思ったのに。マンション建つのやったらコンビニの一つぐらいあってくれよ。村駅からね、こう佐世保とかハウステンボスも行けるみたいですね。電車でこう武雄温泉とか行くこともできるんや。本数はやっぱそんな多くないですね。1時間2本あったらいいところって感じか。分離しないとさすがにマンション売れないんじゃないかな。どうなんすかね。これからっすかね。これからどんどんお店もできてくるって感じですか。歩いて行けないやんって思ったらここに地下通路があって、ここから行くと行けたみたいですね。で、なんでこんな店ないんやということを、ちょっと聞くとですね、その新幹線と本当はマンションとかその商業施設が一斉にこうオープンする予定だったらしいんですけど、もうマンションと商業施設がすいません間に合いませんでしたみたいな感じで1年半も遅れちゃってるみたいですよ。で、来年の春にここ一斉に開業するらしいんで、そうなるとコンビニとか飲食店とかが一気にこう増える予定になってるそうです。だから僕はもう変なタイミングに来ちゃったということですね。早とちりダメですね。じゃあコンビニ歩いていきます。いやー、暇ですね。コンビニ行ってご飯買ってきてまだ1時間もあります。もうね、しょうもないことやるしかないですよね。でちょっとね、コンビニセブンイレブンで長崎フェアみたいなのやってたんで、今日は嬉野温泉のね佐賀の動画になりますけど、ここ今長崎に寄ってるんで、ちょっと長崎のねこの長押しっていう、長崎は美味しいっていうねプロジェクトやってるんで、このジャガスティック長崎県産じゃがいもっていうことでね、これですよ。これと BLT エッグサンド、これ佐世保ですね。佐世保の味ということで、佐世保バーガーみたいな味なんですかね。これちょっと試してみたいと思います。温めて美味しいって書いてるのに温めるの忘れとった。最悪や。もう言ってくれよ。そんな説明読むわけないですよね、僕が。なかなかうまそうっすよ。いや、しかし今ね、コンビニのご飯も高いっすね。これ2つでも500円超えですからね。普通にランチ食えそう。いただきます。うまい。確かに若干佐世保バーガーっぽいやつする。次はね、ジャガスティックの方で、これね今もう12時超えてますけど、これお昼ご飯じゃなくて朝ごはんですからね。お昼はやっぱ嬉野温泉の方で食べたいですね。じゃがいもね、長崎はじゃがいも国内で第2位の生産量を誇ってるんでね。やばい、雨降ってきた。佐賀新鳥栖博多方向ですね。僕が乗ったら動き出しましたね。自由席は4号車から6号車ですね。今回は自由席で取りました。多分そんなに乗ってないと思うんですよね。この列車は嬉野温泉、武雄温泉、東北、佐賀、新鳥栖、鳥栖に停まります。列車とホームの間に隙間がございます。ご乗車の際はお足元にご注意ください。ご乗車の前に降りるお客様を足元をください。カモメ、前の方からご注意ご乗車ください。初カモメ乗ります。結構ここ間が空いてるんですね。黄色の席になってるんですね。なんとコンセントがこんなとこについてるんですね。いやー、1時間半も待ったんですけどね、新大村から嬉野温泉まではたったの8分で着くんですよ。待ち時間の割に新幹線の中の短さよ。
嬉野温泉です。降り口は左側です。嬉野温泉の次は武雄温泉です。武雄温泉もね動画出させてもらってます。武雄温泉もめっちゃ泉質良くていいところでしたよ。ずーっとトンネルが続くんですね。ちょうどねさっき田園風景あったんで撮ろうかなと思った瞬間にトンネル入ってしまって、もうずっとそっからトンネルです。あ、出てきた。全然景色見えんやんけ。あ、おー、いい感じ。いやー着きました。いやーはるばる来ました。嬉野温泉。待ち時間の方がめっちゃ長かったよ。だからもう本当に1時間に1本歩かないかみたいな感じですね。だからちょっと帰りも気をつけないといけないな。やってまいりました。嬉野温泉来ましたね。なんか派手にやってるな。私たちの町佐賀県嬉野市は佐賀県と長崎県の県境に位置し、九州でも有数の温泉地として賑わっていると。その歴史は古く、1300年以上前からたくさんの人々を癒してきた温泉で、江戸時代には長崎街道の宿場町としてたくさんの旅人が行き交っていましたと。近年では日本三大美肌の湯として親しまれているということですね。自治体の名称に嬉という文字を持つのは全国1724市町村区で、私たち嬉野市が唯一です。そうですね、聞いたことないですよね。嬉しいをたくさん感じられる町、嬉野市へぜひ訪れてみませんかということで、嬉しい気分になってきましたね。温泉口と塩田川口っていうのがあるんですね。今日僕はね1泊目はマリオットケイトのフェアフィールドに泊まろうと思ってるんで、まずそこにチェックインしに行きたいと思います。もうフェアフィールド駅の真ん前みたいですね。珍しいですね。フェアフィールドって駅の道？道の駅や。道の駅プロジェクトみたいな感じでね、駅から離れてるところにある印象なんですけど、あれやな、目の前にある。いやいい感じですね。なんかほんのりちょっと温泉っぽい匂いがするような気がしますね。いい感じですね。ここでちょっと荷物置いて温泉街いろいろ回ったりしたいですね。豆腐も食べたいんですよね。前嬉野のね豆腐屋さん行って食べた豆腐が結構自分の中では上位に入るぐらい印象深かったんで、そこの豆腐と温泉どっかで、このフェアフィールドさんは温泉ないらしいんでね、これですね、入っていきたいと思います。マリオットポイントで今日は無料宿泊です。ありがたいですね。マリオットポイントで無料宿泊、ちょっと気になったと思うんですよ。今日宿泊するホテルはですね、マリオットボンボイというホテルグループでしてね、世界最大級のポイントプログラムがあります。そのポイントがたまるね、このマリオットボンボイプラチナカードはですね、年会費こそね結構高いんですけども、すぐに元が取れるぐらいのお得な特典が満載でですね、僕ももう5年ぐらいメインカードとして使っています。めちゃくちゃ恩恵を受けています。ポイントをね使えば高級ホテルとか飛行機が無料で利用できて、まさにね旅行好きなら絶対持っておいて損のないカードなんですよ。カードを持ってればね、決済額に応じて様々な特典が利用できて、ホテルの朝食やねアップグレードなどの特典が満載のねプラチナエリートというね会員になれたりとか、無料宿泊特典が得られたりとか、他にもね数多くの特典があるんですよ。ぜひね興味を持った方にはねこのカードを作ってほしいんですけど、実はですね公式サイトで作るより紹介から作った方がポイントががっつりもらえるんですよ。なのでもし紹介者がいない場合は僕の LINE までメッセージください。紹介のね URL を発行させていただきます。詳しくはね概要欄ご覧ください。あれ、ここはね違うのか、入れへんです。入り口は向こうでした。一応3時からチェックイン開始ということで、今まだ1時18分なんでね、ちょっとチェックインはできないかもしれないですけど、いやなんか嬉野温泉駅もなんかやっぱ綺麗になってますね。先ほどの新大村駅といい、やっぱこの新幹線の駅の周りはねやっぱすごく発展していってるんでしょうね。足湯もある。足湯やってる人いるじゃないですか。なんかおしゃれやなこの辺。楽しみですね。はい、とりあえず入っていきましょう。ここは入り口っすね。車を止めてここに入るみたいなコンセプトになってるんですかね。
誰もいない。さすがに早かったか。今部屋が準備できているか調べてもらってます。ああ、フェアフィールドって感じですね。僕もいろんなところのフェアフィールド行きましたけど、良くも悪くも同じような感じなんですよ。その中にもその街のらしさみたいなのがね取り入れられたりとかしてるんですけど、多分この絵画とかは多分佐賀のものだと思います。嬉野の茶畑とか、その辺は書かれてますね。ここね仕事はかどるんですよ。いつも思うけど、ここでねコワーキングスペースみたいな感じで仕事をすると Wi-Fi も早いんでめっちゃはかどります。コーヒーとか飲めますしね。こんなから選べる。はい、それでは418号室入ってきました。いやー、フェアフィールドって感じですね。どういうことやって感じですけど、本当そうなんですよ。だからこう YouTube として撮影するにはね全く同じような感じなんで、どう撮ろうかなみたいな感じなんですけど、安心しますね。このベッドの感じとかすごい落ち着きます。壁とかも、いや本当にここだけ見るとどこに今いるんかなみたいな感じになりますけど、嬉野にいるんですね。いやこのソファーなんかも全く同じ感じですね。こうやって同じものを同じレイアウトでやることで、コストを削減してるっていうことですね。安心です。そしてフェアフィールドにはね湯船がないんですよ。シャワーなんですよね基本的に。なので近くの温泉に入ってくださいっていう感じですね。嬉野温泉なんでね、ちょっと温泉欲しかった気がしますけど、そこはコンセプトを守ったんでしょうね。このねホテルの方にちょっとこの嬉野温泉の周辺案内図というのをもらいました。近くにある居酒屋だったりとかランチスポットだったりとか温泉入れるところをね、教えていただきまして、ホテルから行ける入浴できる施設どっか入りたいですね。例えばこの12時から15時今入れますね。松園っていうところ、貸し切り料2000円プラス入浴料800円かける人数分ということなんで、僕1人なんで2800円で入ることができると。こういうマップをもらったんです。ランチカフェマップみたいなね。これ見るとこの嬉野温泉駅、ここがフェアフィールドになってるんですけど、ここからいろいろとめっちゃあるやんって思うじゃないですか。で僕もここの平川屋とか豆腐の店好きなんで行きたいなと思ってて、実際これ歩いていったらどれぐらいかかるんやろうって思って調べたら、この平川屋も歩いて25分とかかかるんですよこれだともうサクッと歩いてね、なんかもう全部10分ぐらいで回れそうなぐらいのテンションで書いてるんですけど、25分かかります。さすがにちょっと厳しいかもしれないですね。普通だと飲み歩きもそうなんですよ。飲み歩きもこの嬉野温泉駅の周りってあんま何にもなくて、まだ駅がねできたばっかりだからと思うんですけど、どちらかというとこの辺が飲み屋街みたいになってるんですよ。だから僕はこっち行きたいんでね、だから今日タクシーでここまで行って貸し切り温泉入って温まった状態でご飯食べに行こうかなみたいな、そんな感じでちょっと考えております。それが一番いい過ごし方なんかなみたいな。僕ちょっと今日4時からね会議があるんで、その会議終わって5時ぐらいから入れるとこ入ってで飲み歩きみたいな感じにしようかなと思ってます。多分今日ねめっちゃ人少ないと思うんですよ。ほとんど観光客いないんじゃないかなと思うんで、そんな入れないみたいな店はなさそうなんですけど、木曜日なんでちょっと空いてない店とかもあるかもしれないですね。そうちょっと注意してください。だからもう本当に飲み歩きして過ごしたいみたいな、宿が近い方がいいっていう人はフェアフィールドじゃない方がいいです。フェアフィールドは嬉野温泉駅にはめちゃくちゃ近いんで、そういう意味では便利かもしれないですけど、飲み歩きするとか嬉野温泉を本当に楽しむっていう場所としてはちょっと離れすぎじゃないかなみたいな。これからね多分変わってくると思いますけど、今の時点ではそういうことです。いろいろね今、フェアフィールドの方にバスのことも聞いたんですけど、バスも1時間に1本2本ぐらい出てるんで、それで向かってもいいんですけど、タクシーで行くのがいいでしょうね。ただ僕はちょっと運動不足もあるし、ちょっと街どんな感じかみたいのもあるんで、頑張って25分ぐらい歩いてみたいと思います。お店閉まらんかったらいいけどな。ランチがもう4時ぐらいになりそうやな、歩いたら。今3時なんでね。フェアフィールドはここにあって、嬉野温泉駅の目の前にね結構おしゃれなカフェありますね。これ明日行ってみようかな。ここはねなんか評価も良さそうなんでね。嬉野マルクっていうのはこれなんですかね、道の駅か。だから
あそこが道の駅プロジェクトでフェアフィールドができてるんですね。バスも行ってますね。いやーひたすら歩いてますけど、こんなとこ歩いても僕ぐらいなんでめっちゃ汗もかくし、このまま温泉入ると気持ちよさそう。嬉野温泉の動線だったりとか、その観光地の考え方はね、いや正直コンサル入りたいわ。なんか一緒に盛り上げていきたい。嬉野温泉めっちゃいいところやのにもったいないな。こんな観光来て歩いたりバスが少なかったりとか、やっぱり観光しづらいですよ。もったいない。続いてなんかちょっと街っぽい感じになってきたな。街っぽいというか車があったらね便利そうですけどね。ってまいりました。もうね3時15分なんて多分さすがにお客さん少ないかなと思うんですけど、まだでもお客さんいますね。それだけ人気店ですね。2回目です。前に来た時あんまり再生されなかったんで覚えてらっしゃる方はあんまりいないと思いますけど、車中泊の旅をした時にここを寄ったんです。いい雰囲気ですね。最高の定番の定食にしました。嬉野温泉湯豆腐定食ですね。美味しそう。来ましたね湯豆腐。なんか YouTube で撮るって言ったらいろいろと気を使ってくださってありがたいですね。はい。そしてこちらにありがとうございます。いい感じ。ありがとうございます。ポン酢かごまだれで、ごまをすられてごまだれで。ああ、これを入れるんですね。そうです。ああ、わかりました。タレでまず吸ってください。ああ、まず忙しいわね。忙しいです。ビューティフォーです。ごますりナンバーワン、セプテンバーナンバーワンです。ちょっとごま吸ってみました。やっぱ外国人増えてるんですか？入れてます。もうレス2。おお、はいもういい感じ。そんな感じがいいと思う。もういい感じ。そしてここに入れて、はい、ごまだれは、はい、そしてこれをポン酢で。ああ、ちょっといろいろしてくださってありがたいですね。駅からの距離は優しくなかったですけど、人は優しいですね。じゃあいただきます。あ、これやわ。うまっ。これだわ、求めてたの。これを楽しみに嬉野温泉来たんですよ。そしてこれをポン酢で。こっちもうまい。もう僕はダントツごまだれうまい。豆腐がうまいって最高やな。やっぱこれぞ大人っすね。若い時はそこまでね豆腐の美味しさって分からなかったけど、この年になると豆腐がうまい。野菜も入れようかな。これもうまい。でこの後ご飯を入れて、はい。あ、このリゾットができるんです。おーもう1年でいいです。ご飯も豆腐もおかわり自由です。ああ、そうなんですか。これは美味しい豆腐というの。美味しいだ。かけたら美味しい。はい。はい。多分お好きと思います。はい。美味しいでしょ。お豆腐自体が美味しい。あ、美味しい。高タンパク低脂肪です。うん。ぜひ嬉野で嬉しいのはコメンティー。こうやっていろいろ言っていただけて僕も嬉しいの。いや、僕楽天とかでね取り寄せたりするんですけど、ちょっと割高なんですけど送料入るんでね。でもここの嬉野に来て食べるとやっぱリーズナブルに食べれますね。豆腐がねとろけるんですよ。ほぼ飲み物。最高やな。あー、また来れてよかった。暑すぎた。嬉野温泉のねお湯はトロトロって言いますけど、今僕がもう熱いのを食べ過ぎてもう口の中がトロトロになるところでした。危ねえ。やっぱ何でも慌てたらダメですね。落ち着いて行動しないといけない。そんなこともこの嬉野温泉、このなんていう豆腐屋さんの時、豆腐屋としか覚えてなくてすいません。教えてくれるんですね。ご飯を入れます。
でこうロープにしてですくいます。でごまをいっぱい入れてるなね。で出来上がり。ありがとうございます。美味しい美味しい。確かに豚骨ラーメンみたいな。どんだけいろんな味が楽しめるんや、豆腐一つで。いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。やっぱりここは間違いなかったですね。でちょっと撮影もね、いろいろ手伝ってくれたりとか、もう好感触でした。やっぱ佐賀の人優しいっすね。今日の夜の飲み歩きも楽しみですね。でやっぱり僕貸切温泉でね狙ってた場所をおすすめということも聞いたんで、間違いないなと。いやー、空いてたらいいのにな。今から行きたいと思います。ちょっとスイーツとかも食べたいんですけどね、ちょっと会議もあるんでタイミング見ながらやりたいと思います。温泉入ってからスイーツの方がいい気もするしな、温泉入ってたらビールのような気もするしな、迷いますね。のどかな感じでいいですね。歩いてるとこんなところもありましたね。随光寺というところですね。でここは長崎街道嬉野宿本陣跡っていうことで、漢字だらけやな。辺りが飲み屋街ですかね。また今日の夜行きたいと思います。ここも随光寺跡ってなってますね。ジェラート、嬉野茶も有名ですからね。ここがシーボルトの湯ですね。ここに車中泊したことがありますね。思い出します。嬉野橋、この橋もいい感じですね。風情あります。予約入ってなかったです。よかった。こんな鍵もらいました。そこでね、あっちの鍵を開けるそうです。お、これなんか引っかかった。やべやべ、知恵の輪みたいになってるやん。どうしようどうしよう。出てきた。なんかいい感じ。すごい。めっちゃいいじゃないですか。いい感じ。これは私服ですな。なんかね、ここはお茶の匂いがなんかするらしいね。触った感じそんなトロトロな感じしないですけどね。どうなんでしょうか。入ってみよう。滑るな。気持ちいい。トロトロやわ。もうこのね、桶、樽の中ぬるぬるです。すごく立ってられない。今日はすでにね1万歩も歩いてるんで余計に気持ちいい。最高。いやー、最高でしたね。こちらはもう一つの方ですかね。意外と貸し切り使ってる人そんなに多くないかもしれないですね。有料ですからね。いやー、最高に気持ちよかったな。今ね6時前なんで、もう飲みに行きたいと思うんですけど、もうちょっとスイーツね食べ損ねてるんで、もしスイーツのお店開いてたらスイーツ食べてからご飯行きたいと思います。
なんちゅう組み合わせや。なんでもありです。なんか散歩してるだけでも気持ちいいですね。これ公園ですね。なんかのんびりしてる。ああすごい、水の流れがすごい。こんな波を見ながら仕事できるやん。なんか舞台もありますね。ここで何か行われることもあるんですかね。なんかいろいろとね、面白いことをやろうとしてるんだろうなっていう感じはしますよね。このつけとこ結構いいアイデアだと思うんですけどね。こんなとこで仕事したいですね。しかも電源もあるやん。お、すげえ。ちゃんとこれ電源もあるじゃないですか。Wi-Fi もあるんや。佐賀 Wi-Fi プロジェクト。これめっちゃいい考え方。しまったな、こんな時に限ってパソコン置いてきてしまった。ロマンシング佐賀嬉野温泉佐賀風呂、いいっすね。ハマりましたね、昔このゲーム。ロマンシング佐賀。ゲームボーイの佐賀かもしれないな、僕の世代だと。密かにこの橋ライトアップしてるじゃないですか。いや、あの景色もいいっすよね。シーボルト温泉ですかね。建物の形もなんかちょっとヨーロッパっぽくていいですね。シーボルトの湯もいいですね。ここも貸し切りがあるみたいなんですよね。公衆浴場ですね。アイスクリームどうですかとか言ってた店もう閉まってるやん。お風呂入ってから食べようと思ったのに無念すぎる。もうちょっと開けといてよ。もうここの足湯もちょっと行ってみますか。すごい Wi-Fi もあるんですね。ぬるっとするかな。普通っすね。でもさっきの貸し切りの方が泉質良かった気がする。ここを進んでいくとアイスクリームの店があるっぽいんで、そこ行きたいですね。もう閉まってるかもしれないですけどね。お茶のアイスクリーム。営業時間外や。マジか。ここですね。僕歩いてる時はまだ開いてたのにな。もう閉まってるか。さすがにソフトクリームだけ食べさせてくれんか。シャッターが閉まってるわ。いろいろアイスクリーム食べれそうな店検索しましたけど、もうどこもちょっと閉まってる感じですね。嬉野の歌ですか。これ動画撮っていいですか。僕 YouTuber なんですよ。旅行系の YouTuber してて。はい。なんですか、CD くれるんですか。はい、うちのお父さんがよかったらね、聞いてください。ありがとうございます。自分たちで作って作詞作曲してすごい。嬉野の曲も入ってますんで、YouTube で検索してください。どうぞ。今からご飯食べに行こうと思うんですけど、どこがおすすめですか。おすすめはね、末広さんっていうところがあるんです。末広さん。ちょっと田舎の方に入るんだけど、和食の店、値段も安くてとっても美味しいです。乗せてきますよ。片道だけでも。本当ですか。いいですよ。だから車どうぞありがとうございます。急に乗せて連れて行ってくれることになりました。お店やられてるんですか。ここのね、ここなんか今そうゲストハウス。ゲストハウスやるんですか。民泊とかいろいろ。そうなんですか。それは宣伝しとかないと。めっちゃいい場所じゃないですか。そうです。もうね、一番中心街だから。月お月様の月。月。そこの大将がね、またね、ユニークな人で。ここなんです。本当や。大将屋さんのね、あれがそこのなんか豆腐作るところ。湯豆腐。湯豆腐って書いてる。開いてるんですかね。ここ開いてます。開いてる。ちょっと待ってください。なんかすごい流れになってきました。紹介してもらいました。なんかテレビ番組みたいになってますね。こんにちは。お客さん連れてきたっけ。何がおすすめなんですか、ここは。もう今はね、天ぷら定食が、私はね、日替わり食べてます。こんにちは。こんにちは。お客さん連れてきた。たまたま話しかけられて。そう。うちのバイト応援しとったっけね。
カメラ持ってきただけ話しかけたとですよ。YouTuber の方で。嬉野の魅力をこうちょっと発信したいなと思って。それでね。じゃあ映すとこ中でしょう。いえ美味しいとこは連れてきたの。最初ごめん、時間があったらさ、あそこなんか次行かないとこまで送ってくれる。はい、よかった。よかったよかった。あすいませんありがとうございますじゃあね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございますなんかアジアの旅行に来たような感じです。そういえばね、本当に3時間前2時間前ぐらいに湯豆腐定食食べたばっかなんですけど、うちの湯豆腐も美味しいということでまた湯豆腐定食食べます。これも旅ですね。でも刺身がねついてるんで、刺身食べたかったんでね、いけすから言ってくれたら取って食べれると楽しみですね。そうビールやってきました。ちょうどねもう飲みたかったんでね。いただきます。いやー、それにしてもなんか昭和すぎてめっちゃいいっすね。なんかもう最近タイムスリップしたようなところばっか行ってるな。これが呼子の今日来たタイですね。呼子のタイ、これが休み有明海の魚。この手前に。これが休み。そう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 。こっちがタイ。タイ。はい。呼子の。呼子のでこれがタイ。温泉豆腐。温泉豆腐。美味しそう。うちはお湯をですね、一番いいお湯を買ってきてるんですよ。お湯を買ってきてるんですか。そうです。それで炊いてるから、もうスープも一緒に飲んでくる。胃腸の強くなります。ありがとうございます。ボリュームがすごすぎる。こんなん2軒目3軒目行こうと思ってるけど、これだけで満足してしまいそうなぐらいのお刺身ですね。これで1100円ですよ。東京やったらもうこれだけで1100円じゃないですか。こっちなんか2000円とかしますね、東京やったら。これでもう3980円って言われても、ああまあありえるかみたいなね、なりますよね。じゃあいただきます。豆腐から。そんなね、豆腐そんな変わるかって思いますけどね。だいぶ自信作っぽいんでちょっと楽しみですね。お湯を買ってるってすごくないですか。お湯を買うって初めて聞いたワードですよ。あ、なんかね透明感がある。透き通った味がする。体にいい豆腐って感じ。豆腐そのものがうまいって感じがする。いや全然違うわ。これと比べるとさっきのお店は、楽しみ方ですね。だしの楽しみ方とか、豆腐が溶けていってみたいなエンタメ性だったりとか、ごまだれの美味しさだったりとかありました。これ豆腐の味が純粋に美味しい。50代とか60代になったらもっと分かりそう、このうまさ。食べたかった刺身。いただきます。すごいコリコリ。もう一回言います。これマジで1100円。やば。ちょっと YouTube やからサービスしてるんちゃうかな。これお昼のサービス定食とかで末広定食とか刺身とか小鉢とかフルーツとかで1100円やけど、どうなってしまうんこれ。いけす定食とかもう絶対うまいやん。まだお客さん僕しかいないっていうのが信じられない。ここは来てほしいな。コスパ最強すぎる。タイも透き通ってるもんな。呼子っすからね。呼子の動画見てくださいよ。イカうまかった。呼子のタイも美味しいんですね。知らなかった。どうですか。美味しいです。あ、よかった。歯ごたえがすごいですね。刺身お好きでした。刺身食べたかったんですよ。これいけすから揚げたやつです。この今入ってるの全部天然です。ここ。ああ。トレこ
これタレですか？あ、これたっぷり。こちらありがとうございます。この汁がもう温泉のお湯ですから。もうあ、そうなんですね。はいはい。タレ使うとめっちゃうまいよ。遠慮してタレあんま使ってなかったです。僕の悪いとこ出ちゃいました。いや、これは知ってほしいですね。いや、教えたくない。いや、でもこっそり教えたいっていうやつですね。長崎の平戸とかでもね、いけすから食べるお魚美味しかったですけど、まあ、そんな感じですね。やっぱこの辺りはみんなこういけすから食べるみたいな文化があるんですかね。最高やわ。なんでこんな最高な店に今一人で食べてるのかわからない。東京やったら多分行列店ですね。これ神戸でもこれぐらいのクオリティこの値段で出したらもう大行列ですよ。豆腐も刺身ももちろん美味しかったんですけど、ちょこちょこついてるこう煮物とかね、漬物もう本当に美味しかった。なんかレビュー見てみると一人だけねすごい悪いレビューをつけてる人がいて、不衛生だとか、ね、そのなんか座って仕事をするなみたいなこと書いてたけど、いや僕はいいと思いますけどね。東京とかね、なんかそういう都会のクオリティをやっぱこういったところに求めるっていうのはまた全然違う話だと思うし、こういう雰囲気がまたいい。それだったらね離島とか行けないと思いますしね。まあ、あとなんかその旅行支援のクーポンが使えなかったみたいなことを書いてたりするんですけど、それもね言いたいことは分かりますけど、まあ残念ではあるんですけど、まあ多めにね見てあげましょうよっていうことですよ。それがですね、はいもうずっと刺身が好きで食べてこられたお客が、はい。これが最高やったんですね。鷹の葉。鷹の葉。はい。油のって美味しいですよ。これ食べてみます。はいはい。じゃあポン酢柚子胡椒ですけど、お刺身醤油がよかったら言ってください。ありがとうございま。ですこれが休み、さっきは腹がだったけどこれは普通のお刺身で、はいここら辺しか取れない魚だからへー召し上がってくだあ、さい。ありがとうございますこっちが何でしたっけ？鷹の葉。鷹の葉。はい。そう、ポン酢でいただきます。嬉しいな、子が綺麗に食べてくださって。好き嫌いやないって本当いいですよね。美味しかったです。嬉しいです。じゃあ鷹の葉いただきます。初めて食べる感じ。美味しい美味しい。食感がすごいな。コリコリでなんかちょっと舌にこうピリッと刺激もあるような感じもするし、このすだちこれで食べてみよう。なんか油もしっかり乗ってるんですけど、なんか淡白な感じもあって、やばい。ビールがもうない。どうしようかな。日本酒かな。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ刺身には日本酒ですね。2、3軒行くつもりやったのに結構この店で満足やな。どうしよう次。やばいな。この刺身だけで3980円とか取られてもおかしくないですよ。時代時代に応じてね値段は上がっていくでしょうけど、まあ、それでもこう日本全体のこう基準よりはコスパがいいと、それは間違いないでしょう。どうですか？美味しいです。喜ばれるんですよ。なんか初めて食べる感じの、でも感激されてですね、それからずっと来るんですよ。これ食べに。初めて聞きました。五島の出身の方も週1回必ずうちにここの天然タレ。そうなんですか。五島ちょうど僕先月行ったばっかりで、五島も美味しかったですけどね。なんか今猫が入ってきたんですけどね。どこ行った？食っていってくださいます。ありがたい。なんて素晴らしいいい店でした。タモリのその嫁さんが沖屋の親善大使をしようちゅうわけですよね。そしたらそのタモリと私が同僚やったもんやけんが、
一緒働きよったんですよ。あ、タモリさんと？はい。大分の日田温泉のおる時はよう一緒に飲みよったけんが。ああ、そうなんですね。笑っていいともでたまに大分のその日田温泉の話が出るわけです。ああ、そうなんですね。それで私とが一緒に飲んでめちゃくちゃしよう全部言いよったりする。とこの下がもうソープランドばっかりですもんね。ああ、そういう地域なんですね。あと飲み屋もありますけど。はい。あ、飲み屋の周辺で大丈夫です。ありがとうございます。また縁があったら来てください。はい、ありがとうございました。いやー、ありがたいですね。こんなとこまで送ってくださいました。いやー、もう夜涼しいな。いや、どうしよう、こっからホテルまで送ってもらうって選択肢もあったんですけど、いや、この一軒で終わるのもね、ちょっといろいろ行きたいですよね。スナックマンダムとかいいっすね。スナックも行きたいな。なんか前に来た時、武雄温泉の方やったかな、どっちか忘れたな。結構ね、コロナの影響で県外からのお客さんは NG みたいな感じでね、行けなかったんですよね。NG っていう鉄板焼き屋さんが評価高いな。ただ今からお好み焼き食うんかって話ですけどね。はい、あった。船、間違えた、船じゃなかった。僕が探してるのは富士でした。この船さんも結構評価高いし、割と良さそうですけどね。スナックキーボーン、いいですね。和風スナックどっか行きたいな。ハイボール飲みたい。豆腐ステーキうまそうやな。何個豆腐食うねんって話やけどな。ここ行ってみようかな。あ、なんか一人かもしれない。ちょっと特上おにぎり全部入らないんで4貫ぐらいだけ頼みました。ハイボールいただきます。お箸がすごいしっかりしてる。いいか。柚子が効いててうまい。味ですね。こちらのそのままどうぞ。うまそう。美味しいです。ありがとうございます。これはそのままどうぞ。今が旬のサンマですかね。アナゴはこの辺りで取れるんですか？対馬あたりの。また兵庫県のアナゴとは違う甘みがある。トマトですね。ありがとうございます。そう。やっぱ寿司屋さん行ったらね、玉は食べとかないと。なんかすごい。いや、美味しかったです。いや、でもコスパいいっすよね。でも嬉野温泉、でもここのねお寿司屋さんもそうですよね。東京だったら多分普通に1万超えてくるみたいな感じだと思うんですけどね。東京とか大阪の方とか、この辺のお客様ですね。ありがとうございます。じゃあ出たと思う。あとあっちでお茶もちょっとはい、ありがとうございます。こちらとパイナップルシャーベット。やっぱお茶美味しいですね。嬉野のね、最近その観光客の方って増えてるんですか？やっぱり
外国の方があ、特に外国の方がやっぱ増えてきてるんですね。アジア系の韓国の方とか、へ最近中国とかあの辺の方もちらほら。え。何でその嬉野温泉を知るんですかね。もともと多かったんですよ。あ、そうなんですか。コロナ前からすごい韓国の方とかツアーみたいなあ、そうなんですね。大型バス何台かで。へえ。いやー美味しかったですね。あれやばい、もう鉄板焼き、あ、まだ開いてるか。ここの豆腐ステーキだけ食べたいなと思ってるんですよね。ここですね、お好み焼き富士。豆腐ステーキだけちょっと食べたいですね。いけるかな。いい感じですね。ここもなぜか僕一人なんですよ。なんでって感じです。めっちゃリーズナブルやん。でも腹いっぱいなんでちょっと豆腐焼きだけいただきます。あ、砂ずりとかうまそうやな。今日はお客さん少ない感じですか？そうですね。なんかまあ時間もですね。ああ、3軒行ったんですけど、どこも僕しかそれでも前から比べたらまだちょっと少ないけどね。うん、外国人の方なんか多いですね。そうですね。すごいボリューム。うまそう。めっちゃヘルシーなお好み焼きって感じ。お好み焼きとか焼きそばの味なのに豆腐なんでヘルシーなんですよ。これはうまい。これ3軒ね僕巡ってきてますけど、全部の店の値段足してもまだね1万円いってないです。やば。いやー大満足ですね。あとはちょっとなんかスナックとかバーも多そうなんでちょっと行ってみたいなと思います。このホテルさくらとかも完全にインバウンド狙いでしょうね。分かりやすい、ね、シンプルな名前。グレイズって言ったけどグラッチェですね。これここに来ると少しなんか人が歩いてる感じはありますね。焼き鳥戦国、ここもおすすめって言ってたな。ここも行きたかったけどさすがにもう入らないですね。お腹すごい名前が本能寺鳥川、徳川家康レバーとか。なんか適当に歩いてると赤い橋が見えるとこに来ましたね。すごい、ここもライトアップされて綺麗ですね。なんやこれ、温宿高砂。ホテルがここは高砂っていう。おおすごいライトアップ、すごい綺麗。ここもなんか洒落た感じのお店あるじゃないですか。バーがありますね。赤い橋っていう。これも結構評判いいですね。ここは日本酒と焼酎がメインのジャズバーみたいですね。ここもちょっと行ってみたいけどな。なんかもうちょっと日本酒とかね焼酎を飲める感じじゃないんですよね今。イデアっていうのも人気みたいですね。ちょっと若者が入っていったんでね、若い店かもしれないですね。あそこにあるラフっていうねバーも行きたかったんですけど、今日定休日ですね。無念すぎる。
評価 4.5 で良さそうなんですけどね。いやーこの感じいいですね。こういう昭和な感じすごい好きですね。人全然いないけどこれがいい。この中から名店を見つける、これこそ温泉街の楽しみじゃないですか。ここも良さそうですね。賑やかな声が聞こえてきます。こういうビルもたまらんですね。ああもうここは閉まってるんですね。ここは1時間半で3000円。こんな広場もあるんですね。結構こういう足湯スペースがありますね。足湯広場とかこのゆっつら広場とかねあります。ここの足湯もいい感じですね。湯宿広場、結構いいです。みんなで入れるようになってるし、なんか一つ一つ席がありますね。足蒸し湯みたいなのがある。何これ。足を入れて蒸すんですね。タオルを置いて。はあ8時まででした。今はできません。温泉唯一の酒蔵なんて呼ぶんこれ。虎の男、虎の光なんて呼ぶの。字が読めん。いろいろ歩いててね、どこのねバー行こうかなって考えてたんですけど、結局いろいろ歩いてるとジャズバーやっぱ行きたいなみたいな感じになってきましたね。ちょっと行ってみます。入ってみます。ここちょっと気になったんでね、赤い橋を眺めながら行けるところなんで。ラベルも写した方がいいと思う。七だ。七だ。美味しいです。ワインの試飲の時。ありがとうございます。本当。結構賞で優勝したりしてる。トイレもお酒のラベルが貼られてます。すごい。結構僕もいろいろ飲んだけど、見たことあるやつがあんまないぞ。果実酒のソーダ割りですね。桃ですね。美味しいお酒で家が冷ましてる。いやなかなかいい雰囲気のお店で良かったですね。まさかねお昼食べた豆腐屋さんの方と出会うとは面白いですね。かなり食べてかなり飲みました。いやー大満足ですね。それでもねまだ行きたかった店あるし、奥深いですね。温泉がねここまで身近にあって、豆腐もこう身近にあるみたいなね、そんな世界観なかなかないんでね。あ、タクシー。嬉野温泉駅前まで戻ってきたんですけど、ここら辺はすごいもうライトアップとか綺麗ですね。戻ってきましたね。おはようございます。いやー昨日めちゃくちゃ歩いたんでね、17000歩ぐらい歩いてました。なのでぐっすり寝れましたね。で今だいたい10時ぐらいなんですけど、今からねちょっとパン屋さん近くに評価良ささんのところあるんで食べに行きたいなと思います。今日小屋さんにねその後迎えに来てもらって次の宿に行きたいと思います。雨ですね。小屋さん雨男なのかな。歩いて10分ぐらいのところにパン屋さんありますね。来ました。嬉野坂本パンということで、やっぱ車結構止まってますね。人気ですね。混雑時のご入店ですが 3,4 名を目安にお願いしますということで、今3人入ってねちょっと待ちましょう。美味しそう。生クリームあんパン。値段も安めですね。メロンパン120円。安っ。普通これ3倍してもおかしくないね。板も人気らしいんですけど、もう売り切れてました。今焼き上がってきました。絶対うまそうやな。3つパン買ってコーヒー牛乳も買ったのに540円でしたよ。やば。嬉野温泉のコスパ半端ないな本当に。はい、それではねホテルに戻ってきまして、先ほどね買ったパン食べたいと思います。コーヒー牛乳ときなこパンとメロンパンですね。あと明太子パンですね。一番人気のメロンパンからちょっと食べましょう。全部で540円でしたからね。値上げはされると思うんですけど、それでも
半端ないですね。神戸とかで買ったらもう間違いなく1000円超えますね。いただきます。美味しい。下手したらコンビニパンより安いんじゃないですか。コンビニパンより間違いなく美味しいですからね。いや、今まではね、なんかこういう気分を味わうのにタイに行ったりとかね、ベトナムに行ったりとかしてましたけど、それはそれでね、今もいいんですけど、だんだん円安でね、あんまり合流できなくなってる、実はめちゃくちゃ楽しめるスポット、佐賀にあったかもしれません。次、人気のメンタフランス。これも100円台ですかね。半端ないわ、嬉しいので。先ほどね、使った金額計算してたんですけど、昨日のランチ行って、夜4軒行って、で、このパン、合わせても一番500円ぐらいでした。安くないですか？で、温泉入って3500円だったんで、こんなリーズナブルに楽しめるところありますか？ハワイ行ってる場合じゃないっすよ。しかも、昨日17000歩歩いて健康ということでね、豆腐も食べて健康ということで、最高の大人の旅ですね。きなこパンもいただきましょう。めっちゃこぼれた。これ90円ですよ。半端ないわ。嬉しいのー。いやー、天気回復してきましたね。ちょっとさっきね、雨の中歩いたんで、ちょっと足濡れちゃったんで、この足湯で癒したいと思います。おお、いいですね。いや、じゃあこの今僕が履いてるパンツもね、実はおすすめなんですよ。旅用のパンツでね、今ちょっとお試し中ですけど、ちゃんとまたしっかりレビューしたいと思います。ちょっとぬるめっすね。ぬるめでいい感じ。熱中症対策のためにね、なんか温度を低くしてるみたいですね。ちょっと濡れてしまう。すごい、ここ入ってみたいと思います。アップリフト、なんかすごい最先端なね感じですけども、中島ファームの絞りたてのミルクで作ったソフトクリームがあるということで、なんかいろいろとお茶とかね売ってますね。梨とか売ってるですね。ここはもう結構観光地として作られてるんで、多分お値段もちょっと高めになってるんじゃないかなと思いますね。これもいいですね。こういうのもね、九州、佐賀とか多いですね。佐賀、長崎とか。これがソフトクリームですか。スタンダードがこちらですね。コーヒーほうじ茶緑茶。嬉野っぽいのはやっぱり緑茶ですか。はい。じゃあ緑茶ソフト。はい。ありがとうございます。すごいな。テレワークができるような席になってますね。パソコン持ってきたらよかった。昨日ね、食べたくて食べれなかったスイーツですね。いただきます。これで550円ですね。なのでここは結構やっぱ観光地プライスって感じですね。普通ね、なんかこういうのってクリーム自体が抹茶になってると思うんですけど、これはミルクのソフトクリームにお茶の粉がかかってるっていうね、これは斬新ですね。こういう食べ方は僕したことないかも。ミルクもなんかね、しつこくない大人の味だから、緑茶にめっちゃ合う。この後はですね、小屋トラベルの小屋さんと合流して、嬉野温泉に10月に開業しましたオールインクルーシブの全室源泉 100% かけ流しの温泉宿に宿泊しました。ここも最高だったのでぜひ見てくださいね。いやー、最高の宿でしたね。今から小屋さんに嬉野温泉駅まで送っていただきます。車でだいたい6分ですね。近い。ありがとうございました。ありがとうございました。また2日後会いますけど。2日後ね、また。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。旅は事故同士。ありがとうございます。旅は事故同士。
なんか今九州新幹線1周年記念というなんかイベントやってるみたいで、なんか T シャツ買うと新幹線乗り放題みたいな。でも僕はね1区間だけなんで T シャツ買う方が赤字になるんでやめておきます。赤い T シャツだけに赤字ですね。なんか賑わってますね。輪投げとかカモメグッズとか売ってますね。いや1周年記念で人多すぎやろ。座れへんかったわ。僕が来た時はねめちゃくちゃガラガラやったのに、イベントやるとこんだけ集まるんですね。はい、長崎空港に行くバスがこれになります。1時間に1本ね、2時5分のバスで今2時8分なんですけどね、まだちょっと来る気配がないですね。こんなもんなんですかね。来たー、よかった、ちゃんと来ましたね。終点長崎空港です。ラウンジで仕事します。いやー、嬉野温泉の旅、そして嬉野宿屋、最高の体験になりました。いかがでしたでしょうか。まだまだ全国的にも知名度が低い嬉野温泉ですが、これだけコスパ最高に楽しめるとあれば今すぐに行きたくありませんか。ぜひ一生に一度は、いや今すぐに行ってほしい、そんな場所でした。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような温泉街グルメ旅の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価とコメントをお願いいたします。メンバーシップでは300以上の非公開動画を見ることができますし、限定動画もアップ予定です。メンバーシップで応援いただける方を募集中です。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。